59,400円のゼブラの技術を集大成させた超高級ボールペン。1本削り出すのに1時間以上かかる正気とは思えない波紋のボディ。書くときだけクリップが沈む変態ギミック。今回はゼブラから新しく発売されるザ・ゼブラ波紋を徹底レビューしていきます。発売日は2026年3月4日から、価格は税込み59,400円。このボールペン一言で言うと120年以上の歴史を持つゼブラの集大成と言える超高級ボールペン。ゼブラといえばお手頃で実用的なボールペンのイメージが強いかもしれません。しかしこのザ・ゼブラの価格はなんと59,400円。はっきり言います。めちゃくちゃ高いです。今回はゼブラさんから紹介してほしいということで、プロモーション動画でお送りしますが、思ったことは正直に言っても OK という条件で動画を作っております。それではやっていきましょう。ゼブラといえばサラサやマッキーなど実用的でお手頃なペンを数多く出してきた日本を代表する文房具メーカーです。創業120年を超える歴史の中でシャーボやブレンなど数々の革新的なペンを生み出してきました。そんなゼブラが日本の最高を作りたいという思いで立ち上げた新ブランド、それがザ・ゼブラ。これまでの技術を集大成させた超高級ブランドとなっています。日本メーカーのボールペン技術というのは、世界最高峰であるにもかかわらず、今の国産ボールペンは低価格帯が主流です。高級ボールペンというと、どうしてもね、海外ブランドにね、行ってしまう方が多いと思うんですが、でもやっぱり技術としては日本がね、世界一だと僕も思っていて、そんな日本の技術をつぎ込んで本気で作った高級ボールペンを世に問いたいという思いで開発が始まったそうです。そこから完成に至るまでの期間、約3年半。ザ・ゼブラのコンセプトは2つありまして、1つ目が100年使い続けても飽きない普遍的なデザイン。で、2つ目が最先端、最高グレードを目指して進化し続ける専用リフィルでございます。一般的な高級ボールペンは、ボディはすごい豪華だけど、中身はこれまでと同じ既存品というケースがすごく多いです。ただ、このザ・ゼブラはこの1本のために心臓部のリフィルまで新しく作っております。しかも今後、ボールペンの技術革新が起こるたびに進化した新しい専用の芯を永続的にお客さんに提供していく。ザ・ゼブラブランドの第1弾として登場するのが今回紹介する波紋。採算度外視でひたすらに最高を追い求めた、そんなゼブラのフラッグシップモデル。期待が高まったところで早速開封していきましょう。約6万円ということもあり、かなりね、豪華な化粧箱となっています。この外箱はエンボス加工が施された紙の化粧箱となっていて、中を開けると、なんと切り箱が入っております。切り箱の中でもかなりサイズがでかくて、風格を感じる、そんな化粧箱です。それでは、ご対面しましょう。こちらがザ・ゼブラ波紋でございます。定価は税込み59,400円。カラーは白金色、水藍色、鋼色の3色展開。今回は特別に全色お借りできたので、質感や雰囲気の違いも含めてぜひご覧ください。現状、ボール径は 0.7mm、インクの色はブラックのみとなっております。こちらのペンの第一印象ですが、このね、圧倒的な静けさというのが本当にすごいなと思いました。高級筆記具といえばすごい豪華な装飾を施すことが多いんですが、こちらは非常に控えめな佇まいです。一見すると59,400円のボールペンには見えないと思います。ですが、この奥ゆかしさこそ、あえて狙った日本らしい美しさなんですよね。時計で例えるならグランドセイコーのような、質実剛健な日本らしい美しさを感じます。こちらのペンは波紋という名前なんですが、その名の通り、このペンの上部には波紋をモチーフにした立体的な造形が施されています。綺麗に手入れがされた日本庭園の枯山水をそのままペンにしたような、そんな静寂な美しさを感じます。
それからこちら回転繰り出し式のボールペンなんですが、この回し心地も本当に極上なんですよね。この内部にはダンパー構造が入っており、このぬるっとした適度な重みと抵抗感がありつつも、決して重たいと思わないような本当に絶妙なバランスで、操作の終わりにコトッとしたすごく静かな音と感触が指に伝わってきます。この感触は本当に唯一無二の気持ちよさだなと思います。販売についてご紹介します。発売日は2026年の3月4日以降、全国の文具店にて順次取り扱いが始まります。ただ、販売される店舗は全国の主要な文房具店の約70店舗限定とのことで、かなり限られたお店のみとなります。それから生産本数自体もかなりね、少ないとのことで、発売当初の購入難易度はかなりね、高いんじゃないかなと思います。もし気になっているという方は、概要欄に販売店リストのリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。スペック解説していきます。重量は約 30g で、重心の位置はこのペン先を出した状態で先端から 81mm で、全長はペンを出した状態で 147mm で、軸の直径なんですがグリップら辺で約 11mm で、最大の直径は 12.5mm となっています。スペックについてまとめると、高級ペンらしいゆったりとしたサイズ感とか重量感はありつつ、実用的な範囲で収まっているなと思いました。30g のこの重さは、一見すると重ためなんですけれども、このサイズ感の割には、結構軽いなというふうに感じました。一般的にこの価格帯の回転式のボールペンは、35g とか、40g とか、それぐらいね、もっと重たいものが多いんですよね。で、どうしてもギミックを後ろの方に入れる必要があるので、高重心になってしまって、書くときに余計な力が必要になってしまいます。そんな中、あえて 30g に抑えているという点に、ザ・ゼブラの思想が強く現れているなと感じます。高級感を演出するために、本体を重たくするというのは一種の定石です。しかしこちらはボディの大部分に軽量なアルミを使って、さらに本体上部の部品を極限まで肉抜きをして軽量化をしています。その上でこのグリップ付近に重りを内蔵させることで強制的に重心を下げている、そういった工夫をしているんですよね。高級感にこだわりすぎず、より実用性へと大きく舵を切っている印象です。ではデザインを詳しく見ていきます。100年使い続けても飽きない普遍的なデザイン。日本の自然美である刃文をモチーフにしたデザインです。軸の素材はアルミ。表面にはアルマイト仕上げで着色。触り心地はスベスベとしていますが、表面はブラスト加工が施されているので、適度なざらつきがあり、滑りにくくなっています。この刃文の造形なんですが、削り出しで一本一本立体感を出しています。この削り出しなんですが、なんとこの1本作るのに1時間以上もかけて加工をしているそうなんですよね。非常に時間をかけて作っています。ただ一つ気になった点としては、もう少しこの刃文の模様を全体的に施してあげれば、さらに見応えのあるデザインになったんじゃないかなと思いました。ちょっとこのボールペンの裏側を見てみると、刃文が一切見えないんですよね。後ろの方にもね、少しだけ刃文が見えるようにしてくれたら、もっと見応えのある造形になったかなと個人的には思いました。柄張りは3色展開。それぞれ雰囲気が大きく異なります。まずは白金色。こちらは雪景色に例えられるようなプラチナに近いね、金属光沢を放ちます。こちらは水藍色。ネイビーと晴天の空を混ぜたような絶妙で美しいブルーとなっています。こちらは鋼色。一見するとブラックに見えるんですけれども、よく見ると少し紫がかったような深みのあるブラックとなっています。白金色と水藍色のクリップとかはシルバーの光沢仕上げなんですが、この鋼色だけはガンメタルのダークトーンになっていて、全体的にクールな印象で、3色ともどれも違った雰囲気で本当にね、かっこいいなと思いました。個人的にどの色が好きかと言われたら、僕は鋼色かなと思います。本当にかっこいいんですよね、これが。グラビウムのような多角形のボディとも相性が良くて、筆箱に入れているだけでテンションが上がるなと思います。サイズ感としても大きすぎないサイズ感なので、ペンホルダーにも挿しやすいですし、実用性も高いなというふうに思います。続いてはクリップについて細かく見ていきます。このクリップも変態的な作り込みがされています。
素材は亜鉛合金、可動式のクリップになっていて、天井を押すだけでこのようにクリップ開くことができます。クリップの天井部分にはゼブラのロゴマークがレーザー彫刻されています。このロゴについてなんですが、親しみやすさはあるんですが、どうしてもキャラクター感が強いっていうところはあるので、ちょっとこれは好みが分かれそうなロゴかなとは正直思いました。このクリップはリトラクタブルバインダークリップという機構が搭載されていて、このボディを回転させてペンを出すと、それに連動してクリップがボディにスッとね、沈み込む仕組みになっています。この沈んでいく動きが本当に絶妙で、コトという感触でじわっと沈んでいきます。この指に伝わる感触まで計算し尽くされた、非常に上品なギミックなんですよね。でこの格納された状態のクリップはこのボディの波紋の凹凸と一体化するような形状になっていて、このデザインの統一感も本当に考えられているなと思いました。それから細かいところなんですが、このクリップの沈み込む部分の内側にカバーが設けられています。ペン先をしまうと舞台がせり上がるようにこのカバーがぐわっと浮き上がってくるんですよね。このカバーがあることでペンの内側にホコリとかゴミが入らないように計算されています。クリップは完全に沈み込むデザインではないので、机に置いた時に転がらないようにもなっています。クリップだけにもここまでこだわるかと正直びっくりしました。この中央のリングにはゼブラ、裏側にはジャパンと非常にシンプルな刻印がされています。ではここからが本題なんですが、このボールペンの中身について見ていこうと思います。分解して開けていきますと、これがこのペンのために開発されたザ・ゼブラリフィルとなっています。このリフィル1本あたり税込み1430円となっています。価格だけ聞くとこれもとんでもなく高いリフィルなんですが、大きく5つの特徴があるので解説していきます。特徴1つ目、金属と樹脂のハイブリッドリフィル。通常高級ボールペンのリフィルっていうのは壁を薄くしてインク容量を稼ぐために金属リフィルを使うことが多いです。ただ全て金属で作ってしまうと、あとどれぐらいインクがあるのかっていうのが全く見えないので、突然インクが切れてしまうというリスクがあります。そこでザ・ゼブラは金属と樹脂のハイブリッドリフィルとなっていて、この残りのインク残量がわかるようになっているんですよね。こういうボールペンって分解をしないとインクの残量がわからないことが多いんですが、こちらはこの透明な窓からインクの容量を確認することができます。これを見えるデザインと言います。ゼブラが1966年に発売したクリスタルから継承されたギミックとなっていて、高級ボールペンにもかかわらず、あとどれぐらいでインクがなくなるのかっていうのをわざわざ分解しなくても確認することができる、そういったボールペンなんですよね。でインクなんですが、ただ書き心地を追求するっていうだけじゃなくて、このインクが減った時にリフィルにインクがついたままになって汚れないように色が残りにくい特殊インクまで開発したそうです。特徴2つ目、鳴らし運転不要のエイジングチップ。通常新品のボールペンというのは書き始める時にどうしてもガリガリとした硬さを感じてしまいます。使っていくうちに馴染んで書き心地が良くなってくるっていうのが通常のボールペンですが、ザ・ゼブラはその最初のストレスすらも許しませんでした。このチップは製造段階であらかじめ馴染み処理というのを行っております。なので開封して書き始めたその瞬間からベストコンディションの滑らかさで書くことができる、そういったリフィルとなっているんですよね。特徴3つ目、社内のマイスターによる完全手組みのリフィル。ボールペンのリフィルは一般的には工場がほぼ無人で自動化で作ることが多いんですが、こちらは社内で特別な訓練を受けたマイスターの資格を持つ職人さんが部品の組み立てをしていて、でさらにリフィルにインクを入れるインキングという作業まで職人さんが手作業で行っているんですよね。そうすることで極限まで個体差を排除しようとしています。特徴4つ目、ノイズを消し去る静音樹脂リング。このリフィルの真ん中あたりに灰色の樹脂パーツがついていますよね。でこの樹脂パーツっていうのはグリップの中に入っているバネと擦れ合うパーツなんですが、この擦れ合う時に金属と樹脂を擦れ合うようにさせているんですよね。どうしても金属同士が擦れるとジャリジャリとした不快な感触が出てしまいます。そこで樹脂パーツを入れることで回してて不快なノイズが発生しないようにしているんですよね。
でこの樹脂パーツなんですが、ゼブラのシマウマ模様が立体的にデザインされています。こんな見えないところまでこだわるっていうのが、ちょっと頭がおかしいですよね。特徴5つ目、最新のリフィルを無料で届けてくれる。このザ・ゼブラリフィルなんですが、単体だと1430円と結構高いんですが、結構すごいサービスがついていまして、今後ゼブラで技術革新が起きて、新しい専用のリフィルが開発された時に、その最新のリフィルを無料で自宅まで届けてくれます。購入されていつまで届けてくれるとかっていうのがなくて、無期限でずっと届けてくれるんですよね。でこれどうしてこんなサービスがあるのかというと、日本のボールペン技術は常に進化し続けます。だからこそ将来もっとすごいリフィルが生まれた時に、このペンが相対的に陳腐化しないようにするためです。デザインは普遍的に、中身は常に世界最先端。そんなボールペンブランドのプライドが込められています。ただ技術革新が起きるっていうのが結構抽象的で、何年スパンで革新が起きるかとかっていうのは本当に今の段階ではわからないので、毎年毎年ね、新しいリフィルが届くっていうわけではないと思います。なので進化したら届くラッキーな贈り物ぐらいに考えておくのがいいんじゃないかなと思うんですけれども、でも届いたら嬉しいですよね。そんな狂気じみたリフィルで結構びっくりしているんですが、このボディの本体にも10年保証っていうのが付帯されています。一般的にペンの保証期間って1年とか、高級ブランドでも2年とか5年とかが多いんですけれども、10年も保証してくれるっていうのは本当にすごいなと思いました。もちろん車にひかれて壊れちゃったとか、ボディに傷がついちゃってちょっとボディを変えたいとか、そういったお客さん都合の場合は有償での修理になってしまうんですが、例えば正常に使っててこの回転ギミックが壊れたとか、クリップが正常に動かなくなっちゃったとか、そういった機能的な不具合に関しては10年間無料で修理をしてくれます。そういったアフターサービスの手厚さというところもゼブラの覚悟と自信を感じます。それでは実際に書いていこうと思います。感想としては、とにかく滑らかで、もう摩擦がもう少なすぎるっていうぐらい本当に少ないんですよね。本当にぬるぬるって感じで、ちょっとねびっくりした、そんな油性インクとなっています。正直これまでのゼブラの油性インクって、そんなに滑らかっていうイメージがなかったんですよね。ゼブラといえばエマルジョンインクとかゲルインクとかそういったイメージがありました。ただ今回の油性インクは、メーカーの集大成っていうだけあって、そのイメージを覆すほど本当にすごい油性インクだなと思いました。まずすごいなと思ったのがやっぱりね、このエイジングチップですね。本当に最初の状態からベストコンディション。例えるなら朝起きた瞬間から視力が 3.0 でもう目バキバキみたいな、もうそんなぐらいのね滑らかさがあるんですよね。もう書いてる時のシャリシャリ感とかザラザラ感とかジャリジャリ感とか、そういったちょっと不快感みたいなところが本当に一切ないと言ってもよくて、本当にベアリングのようにぬるぬるとボールが回っているようなそんな感覚になりますね。あとインクのダマもやっぱりできにくいなというふうに思いました。こういった滑らかなインクってドバッとねインクが出て、それで滑らかさを演出してるみたいなところもどうしてもあるんですが、このインクに関してはドバッと出すぎる感覚も結構少ないなと思いまして、これもね本当に絶妙なんですよね。それからペン先のガタつきもかなり小さくなっています。このブレもゼブラのブレンで培った振動抑制技術を採用しているそうで、本当に書いてる時のペン先のガタつきはこういう高級ボールペンの中でもかなり少ないなと思いました。ただ完全にブレがゼロになっているかと言われるとそうではなくて、どうしても多少のガタつきはあります。どうしても口金が金属だとこのガタつきがカチャカチャと感じやすいっていうところがあるので、仕方ないところではあるんですけれども、でもね6万円のボールペンっていうことで完全にゼロになるっていうところをね、ちょっと期待しちゃってた自分がいたので、そこはねちょっと注意が必要かなと思います。ただほんのわずかにあるっていう、そんなレベルなので、ここも本当によくできてるなと思いました。インクの色は黒ずみ色という、ちょっとわびさびを感じさせる専用の色を採用しているそうで、しかもボール径が 0.7 ミリっていうことで、筆跡もねすごくしっかりとくっきりと書くことができます。本当にねこのペンしばらく使ってて、インクの欠点って何かなっていろいろね書いて試したんですけれども、本当に思い当たるところがね、価格が高いっていうところだけなんですよね。確かに1430円は正直めっちゃ高いなっていうふうには思ったんですけれども、ボールペンのリフィルってその買い替える頻度って
、そんなに別に高いわけじゃないんですよね。1日で換算したら別にそんなにめっちゃ高いわけではないと思うし、そもそもこのペンを買う人はある程度お金に余裕がある人だと思うので、そう考えるとね、本当にこのペンを買う人にとっては最強のリフィルなんじゃないかなと思ってしまいました。で、あと今のところブラックのインクしかないっていうところで、ブルーブラックのインクとかもね、今後出てくれたら嬉しいなと思います。それでは僕が使ってみた感想を5つ星評価していこうと思います。まず軽快さですが、こちらは星4つでございます。いや、いいですね。重量は 30g なんですが、かなり重量配分考えられていまして、取り回しに関しては全く悪くなくて、むしろいいなと思いました。それからインクが非常に滑らかっていうところも大きいです。この書く時の抵抗感っていうのを本当に感じないボールペンなので、そういうところも軽快さにかなり貢献していますね。続いて握りやすさ、星4つでございます。アルマイト処理のボディということで、結構ね、最初は滑りやすいのかなと思ったんですが、実際僕が使ってて滑りやすいなと思ったことはなかったですね。グリップ力を求めるならもっとね、上には上がいるんですけれども、実際使っててストレスなかったですし、グリップの太さもちょうど良かったし、あとクリップが指に当たらないようにね、しっかり沈んでくれるし、そもそも結構上の方にあるので、そういうところもすごい考えられているなというところで、星4つとさせていただきました。最後に書き心地、こちら、星 4.5 でございます。これについてもかなりいいなと思いました。圧倒的なボディの安定感、それからエイジングチップによる滑らかなインクフロー、これらが合わさり、油性ボールペンとしては本当に完成形と言っても過言ではない極上の書き心地だなと思います。ただ、やっぱり感覚としてボディが軽いんですよね。ザ・ゼブラはそもそも実用性に振っているので、実用的に使う人にとってはすごいいいなと思いますし、もう本当にほぼ完璧な書き心地だと思います。ですが、従来の高級ボールペン特有の、しっとりとした重みとか、そういった重厚感を求める人にとっては、ちょっと物足りない書き心地かなと思う人もいると思うので、本当にそこはね、好みかなというふうに思います。本当にゼブラらしいっていうか、ゼブラじゃないとできない、そんなボールペンをね、生み出してくれたんじゃないかなと思いました。最後にこのペンについてまとめると、静かなる狂気だと思いました。一見すると控えめすぎる、そんな佇まいなんですけれども、ディティールを見れば見るほど狂気をね、随所に感じる、そんな作り込みがされています。ゼブラの長い歴史の中で生まれた名作たち、その様々な DNA をこの一本に取り入れています。これを所有して、この長い歴史を自らの手で感じるということは、本当に大きな価値があるんじゃないかなと僕は思いました。このザ・ゼブラの頭のおかしさが少しでもね、多くの人に知られたら嬉しいなというふうに思います。全国の約70店舗の文房具店のリストは動画の説明欄に貼っておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。